はじめましての方もこんばんは。最近届くプラモの量に驚き眠れない男ゆちです。皆さんは買える時に買う派ですか？僕は結構買っちゃう派です。そのため最近ではドゥルガー、サイハン、フレズベルク、ティアーシャ、ソルジャー、サルト、エトセトラ。やばいですね。プラモのラッシュが決まってきました。こいつは眠れない夜が続きそうです。とこんな感じで僕のアホな日常を語る動画ではなく、このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。では今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのは女神デバイススサノオ双円です。あの圧倒的物量のスサノオが色々パーツを新しくして帰ってきましたね。どのような変化があるのかを確かめるために、さて説明書とニッパーを用意し、一気に組み上げていきます。スサノオを一気に組み上げるとこんな感じ。スサノオのボディを作るのはこれで2度目になりますね。さすがはスサノオボディ。このボディなんといっても他の女神デバイスシリーズとは一味違い、腰に合わせ目がなく、そしてとてもドスケベになっている。さらに足なんかは他の女神デバイスと比べ大きく太くエロくなっている。さすがはスサノオ、もう素晴らしいの一言ですね。ただこの素体モードで気になる点は前回と同じ、この肩甲骨です。全体的に太ましくドスケベになっている割には少し肩甲骨が小さすぎるような気がします。あとは前回のスサノオと同様、可動域は良好。いろいろなポーズも取らせることが可能だ。さあそしてなんといってもスサノオといったら武装状態。まずはフレーム形態から見ていきましょう。フレーム形態を取り付けるとこんな感じ。このフレームの手足すごいアンドロイド感があって個人的には好きです。そして何よりもこの手足しっかり塗り分けてあげるととてもかっこよくなります。今回も頑張って塗り分けていきましょう。このフレーム状態、特殊武装などは特についていないので、この状態では特に可動域は良好です。しかしスサノオといったらここからが本番ですよね。さらにフレームをつける武装たちがこの圧倒的な大きさと量、これを取り付けるとこんな感じです。この大きさ、パーツ量圧倒的じゃないか。稼働させる場所なんかは前回のスサノオと同じだったりしますが、なんといっても追加されている武装やパーツがあるため、とてもいろんなバリエーションの形やポーズを取ることが可能です。しかしここまでパーツが多くゴツゴツすると付け替えやポージングさせるのがとても大変です。ですがどのポーズもクリアブルーのいい色が相まってかっこよくポーズが決まりますね。さて最後にこのスサノオ双円で追加されている武装や交換パーツを見ていきましょう。まずはフェイスパーツ。フェイスパーツは全部で3種類、前髪パーツは全部で3種類、後ろの髪の毛は走行ありとなしで2種類、胸パーツは全部で2種類、手首パーツは全部で7種類、そして武装状態の時の手が4種類、そして今回新たに付属している肩のパーツが2本、さらに肩などに飾るパーツが2つ、その他の武装パーツ類は炎のエフェクトに変更されている。やはりなんといっても炎のエフェクトパーツが綺麗ですね。それに相まって色も良し。しかしなかなかなパーツ量のため美少女プラモ初心者にはおすすめできないプラモになっている。もし作る場合は覚悟を決めてほしい。さてざっくり僕なりのレビューは以上。このスサノオの炎青く綺麗だが、今日は赤く燃えたぎるような色に塗り替えていくぜ。ではまず塗装の前に下処理いくぜ。さあまずは合わせ目処理から。腰には合わせ目がないが、胸の横や足、太ももには合わせ目があるため、気になる合わせ目の部分にはミスターセメント SP を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させるぜ。それを粗めのスポンジヤスリで最初は整え、整ってきたらスポンジヤスリ600番800番で最後に仕上げていくぜ。だがここでミスターセメント SP で消しづらい合わせ目がある。そんな部分にはタミヤエポキシ造形パテを使い、消しづらい合わせ目の部分にパテを埋めていくぜ。乾いたらスポンジヤスリで表面を整えれば腰などの合わせ目処理は完成だ。さらに既存のモールドで塗装後に墨入れをきれいにするために 0.2mm のタガネで既存のモールドを彫り直す。
そして彫り直した部分にはバリが出るため、彫り直した部分には少しヤスリがけをしていくぜ。そして少し戻って胸周り、ここの肌面積を少し広げたいためモールドを追加していくぜ。追加したいモールドをシャーペンで描いたらデザインナイフで軽く溝を掘り、その後 0.2mm の高根でモールドを掘っていき、深く掘れたらスポンジヤスリで表面を整えたら 0.3mm の高根で 2,3 回さらに掘り直したら再びヤスリがけをし、表面を整えれば追加モールドの完成。これで肌面積が多くなり、さらにいい女になるぜ。さらに地味な場所だが、つま先が少し丸まっているので、このつま先を鉄ヤスリを使って尖らせる。仕上げに傷がつかないようにスポンジヤスリで表面を慣らして仕上げていくぜ。出来上がった足が右足だ。わずかな差だがいい感じにシャープになったぜ。さらにこの武装状態の手だが割と指が取れやすいため、ミスターセメント SP で接着。これで武器を持たせるときにパーツが取れにくくなるってことだぜ。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせ、よく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはボーンペイントのシャドウプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。そして肌パーツや髪の毛なんかにはサーフェイサーパステルピンクでピンク色に染め上げます。ピンク色に染め上げた肌パーツにはフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を1対1に混ぜ肌色に塗ります。そして背中には一部マスキングをし、風青、ローズディープレッド、ピュアブラックを混ぜ黒紫色でインナースーツを塗り、100均のキャンドゥで買ってきた髪留めのネットでパーツをかぶせたら、その上からファレフォのブロンスブライトを塗ります。よく乾燥させたらネットを取り外し、下地で塗った黒紫色の塗料でグラデーション塗装を行います。これでタイツ塗装は完了。次に髪の毛にはサンシャインイエロー、コーラルオレンジを混ぜ黄色く塗り、さらにピュアホワイトでハイライトを塗ったらクリアのトップコートでコーティングします。そこに色味を調整した影を大雑把に塗っていきます。だいたい大雑把に塗るといい感じに大雑把に塗れてしまうため、塗りすぎてしまった影の部分には100均で買ってきたメラミンスポンジを使い、塗りすぎてしまった部分をこすり取ります。ただしこすりすぎると下地の塗料もこすってしまうため、こすりすぎには注意が必要っていうことだぜ。こすり取り陰影がはっきりした髪の毛がこんな感じ。そしてさらにここからパンツァーレッドを毛先に塗っておきます。さてその他の装甲パーツ類たちにはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイで灰色に染め上げます。腕や足につく装甲にはピュアホワイトとマイザーパープルを混ぜ白く染め上げ、よく乾燥させたらマスキングをし、少し暗めの色を調整して塗り分けをします。そして武器やかかとパーツなどたちにはパンツァーレッド、ローズディープレッド、風青を混ぜ赤紫色に塗り、そしてこのパーツも同じくマスキングをし塗り分けをします。さらにフレームや関節パーツにはミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを使い黒に染め上げます。その上から関節パーツにはパールカッパーを塗りゴールドに仕上げていきます。一部フレームパーツにはスターブライトアイアンで塗り分けをします。さあお待たせしました。エフェクトパーツにはサーフェイサーレモンイエローで黄色く染め上げ、その上にサンシャインイエローを塗ります。よく乾燥させたらブリリアントピンクを使いグラデーション塗装をします。一見綺麗にグラデーションが決まっているように見えるが、いまいち炎の形がはっきりしないため、再び登場メラミンスポンジを使い塗りすぎてしまった部分のブリリアントピンクをこすり取り炎の輪郭をはっきりさせるぜ。ちなみに髪の毛と同様にブリリアントピンクを吹く前はクリアのトップコートを吹いて下地の黄色をコーティングしているぜ。さてメラミンスポンジでこすり炎の輪郭をはっきりさせたのがこんな感じだ。この後やっていくグラデーション塗装にも同じような作業をやっていく。だがその前に一度純色マゼンタを使い全体を統一感のある赤にしていきます。その上からローズディープレッド、風青を混ぜ紫色を先端に塗っていきます。これも先ほどと同じくメラミンスポンジでこすり
下地のブリリアントピンクをはっきりさせたら、再び一度全体にマゼンタを塗り、仕上げに視聴者さんから教えてもらったこのプリズムパステルチェリーピンクブルーを使うとこんな感じだ。どうだい、赤く燃えたぎっている中に青のパールがかかり、不思議で綺麗な炎になったぜ。もちろんこれを全てのエフェクトパーツに塗っていくぜ。これで大体のエアブラシによる塗装は終了。ここからは筆などによる部分塗装。まずはファレホのバミリオンとバイオレットを使い、少し青みがかった赤で白の装甲パーツを墨入れします。そしてファレホは水性なので、はみ出してしまった部分は水で浸した綿棒で拭き取ります。次に赤パーツなんかにはタミヤ墨入れブラックで墨入れをします。そしてこちらはエナメル塗料なので、エナメル薄め液で拭き取ります。さらにエアブラシで塗りづらかった部分にファレホのブライトブロンスを塗ります。続いてデカール。フェイスデカールや一部装甲は付属しているデカールを使います。ですが後ろの人玉みたいなところなどにはホムラキュービで余っているデカールなどを使います。白装甲には市販で売っている赤い細長いデカールを使います。フェイスデカールが腫れたら口を描いていきます。エナメル塗料のホワイトとレッドを程よく混ぜ、口を描いたらはみ出てしまった部分をエナメル薄め液で拭き取ります。さあ口が描けたらチーク。100均で買ってきた化粧品でほっぺたにチークを描いていきます。そしてチークを塗りすぎてしまった場合はティッシュで少しこすり取ってあげ、色味を調整してあげるといい感じに仕上がっていきます。最後にトップコート。艶消しとクリアを1対1に混ぜ全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。2度目のスサノオの制作。これが俺の燃えたぎる赤バージョンだ。いかがだったでしょうか。今回のスサノオ総演は
いい感じに燃えたぎる炎だったのではないでしょうか。そういえばゆちさん、太もものエフェクト逆じゃないのって思った方、狙ってやったんですよ。炎は上に向かうものじゃないですか。決して編集で気づいたとか、そういうんじゃないんですよ。そう、決してね、編集で気づいたなんて言えねえや。そして今回は結構説明書通りにほぼ改造なしで作りました。このわけは C パートでお話ししましょう。それでは今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価、熱いコメント待っているぜ。今回のスサノオのパーツ量さすがだと言いたいところだが、さすがだ。そして相棒、もう一人の僕、今回忠実に作ったのには訳があったんだよね。そうだ、今年のやりたいことリスト、プラモを売るぜ。とうとうやるんだね。ああ、まあ少し不安もあるがな。逃げれば一つ、進めば二つ、止まればおるが、やってやるぜ。ちなみに販売場所は現在検討中だ。まあ多分メルカリかヤフオクになると思う。そして何よりもちょっと今ごたついているので、販売開始まで時間がかかるかもしれませんが、少しお待ちください。そこら辺は Twitter なので告知していこうと思うので、ぜひチェックしてみてくれ。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。